目覚めた地球人へ。今日は9割の願いが叶う潜在意識の書き換え方のお話をします。潜在意識を書き換えるってよく聞くけど、うまくいかない。もう疲れてしまうほどやってきましたっていう方もいますよね。自分の人生の願い事の9割は叶うって方法って本当って思いましたか？それもそのはずです。すごく簡単で効果が早くわかるので、今日はご紹介したいと思います。これからの地球は考えてきた思考と感情に振り回される時代が終わっていきます。まずは私たちはなぜこの地球に今生まれてきたのか、なぜ今の転換期に生きているのか、ここで地球人とは何かを話していきます。地球人とは地球で波動の性質を持つ意識のエネルギー体です。有の物質世界と無の精神世界を生きる地球存在が地球の人間です。思考、感情、行動を起こすことで物質世界に現実の経験をする意識の現実化の創造ができる存在です。地球で意識のエネルギーの地球人が物質世界での感情や思考の波動で現実化の経験を楽しんで決めていたテーマ、決めてきた目的を達成することがこれから地球で体験することです。この動画を見ることで目には見えないエネルギーを知ることができます。もし地球で映画や漫画のようなことが起きても、今の転換期の地球の浄化として受け入れていくことができます。準備して心構えをします。内面の自分と会話ができるようになると、今までの考え方や概念は全く関係のないことに気づくことができます。潜在意識や量子力学、脳科学を独自で学び始めて、科学では解明できていないスピリチュアルなこと、物質の現実では目には見えることだけではない現実もあること、感情や思考の波動で現実を作っていることを日常に試し続けている毎日の自分を信じてこの動画を配信しています。今回は潜在意識をテーマにして書き換えることで9割の願いが叶う方法についてお話ししていきます。個々の考え方もありますが、この動画では私の実験と体験と潜在意識の情報を踏まえて配信しています。では、なぜ願い事って叶わないのか、叶えるために何をすればいいのかをお話ししていきます。今回の願い事を叶える方法は、未来の自分と連絡を取り合うことです。で、夢のような話だと思いますか？人間はイメージすることができるんです。連絡の手段はメールや手紙、日記を交換することです。具体的には今の自分の思いと願いを書いてみる。次の連絡の交換では、なりたい未来の自分になっている願いや思いに対して回答をしていく。何って思いましたか？自分が自分に回答ってどういうことって思いましたよね。自分がその未来の自分のくれた回答に対して今のあなたの思いを書いていく。メールや手紙の交換です。ノートに書くのが一番効果的です。目で見る視覚はすごい能力を発揮します。潜在意識にすり込んでいきます。未来の自分とやり取りしながら情報を交換していく。今の自分と未来の自分と交互に思いと回答を書いて続けていく。未来の自分は今の自分が望むことをすべて叶えているっていう形です。もうすでになっているわけです。未来の自分っていうのは1年後でも3年後でも10年後でも
自分のタイミングでいいんです。絶対っていう決めていなくても大丈夫です。願いを叶えている自分であればいいんです。今、潜在意識の書き換えにうまくいかないって困っていませんか？この悩みと不安を持っているなら一緒に解決していきましょう。今、できない、無理かもしれないっていう気持ちは全く必要ありません。だって全く根拠のない思い込みですから。同じように根拠のない思い込みを持つなら自分の都合のいい思い込みを持つ方がいいですよね。悩みの多い人に問題が起こった、悩みが出た時にも未来の自分に相談するっていうことは、こんな問題が起こったとか、これからどうなるとか、不安なんだって書くんじゃなくて、その問題や不安を解決した自分として回答していくんです。人生をより良い方向に行くために、この動画を見てくれているあなたの本当の能力を引き出せるような内容にしていきます。はじめにお伝えできることは、人間は常識や価値観に触れるって大事なんです。なぜなら自分の常識の範囲内でしかものを考えることができないからです。今の自分の価値観を払拭してくれる人の思想とか違う世界の生活に触れるって必要なんです。自分の現実に自分の価値観を変えることができたら、そんな生活と世界もあるってことを教えてくれているっていうことです。だって願い事の視野が広がっていくし、自分の人生で違う生活の思考、行動ができる圏内にもうすでに入っているからです。私たち人間は今この年齢でこの地球の転換期を経験するために地球に来ています。今を生きています。生まれてくる前に性別や容姿などすべて人間は選んで生まれています。人間が地球に生まれてきた目的は、個々の課題を見つけて幸せを生きるためです。地球存在すべてに感謝できることも目的です。シンプルに考えてみたら、今起きている問題を解決して、ほっとしている余裕のある気持ちを何度も何度も味わうことを意識したら、それが潜在意識に刻み込まれていく。それが一番簡単な方法ですよね。問題の解決に向かっていきます。あとは理想の自分の生き方です。潜在意識を書き換えるってすごいいい方法だと思います。毎日いろんなことをインプットしていますよね。ある程度インプットしたら自身のタンクは満タンになっているんです。アウトプットしないと次が入ってこない。タンクが満タンになっていない人はまだいろんなことを知っていくのが必要になると思うんです。理屈でわかるって感じではない願望は、ある程度は他の人の言うことを聞いたり、そういう考え方もあるんだって感じることによって自分の中に定着していく。ある程度は自分の中で納得できるぐらいの量をインプットするっていうのが必要だと思います。でも最終的には感覚だと思います。理屈に頼っていると最終的なところを見逃してしまうっていう感じもあります。ただ感覚的にそういう状況になれば、嫌なことがあったとしても自分の在り方を変えたい時にも有効な手段だと思います。潜在意識を絶対に書き換えるっていうよりは、ゲーム感覚で軽い感じでドライにやるのが早く書き換えられると思います。今までこの悩みを解決するためにどんな情報を探してきましたか？今までの経験、体感していることはすべてあなたが望んで、選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点で、この悩みの解決や今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。今までの経験は間違いも失敗もなく、すべて意味があることなんです。
地球人の目的は、この地球で決めているテーマを達成すること。決めてきた課題をやり尽くす。ちょうどいいタイミングに自分探しの時が来ることもシナリオにあるかもしれません。この健康で有限な命を意識し始めることで、自然とモチベーションがアップして自身を成長させることができます。さらに自信が出てきます。ここでまとめです。手法って思いつくのはイメージトレーニングとか、今回のように紙に書くとか、アファメーションとかありますよね。こういう方法があったけどできなかったとか、やってもできない手法にはまってしまう人もいるんです。でも結局はどうなりたいんですかって言ったら、自分が理想の自分になりたいわけです。理想の状況を手に入れたい。これって自分がどうなることですかってことなんです。目の前の現状が五感で感じる状況ではなくて、見えてもいなくて、その先に理想の状況になってくださいっていうのがイメージですね。五感で感じるような状況でもないし、目の前が変わっているわけではないんだけど、そういう理想をイメージするってことです。先に自分がなりたいところに意識を向かわせてくださいってことです。基本的には手法は一緒なんです。今、現状的にはそうではないけど、もうそうなった状態でいてください。アファメーションや紙に書くっていうのも、結局は初めがそういう状態になっているというところからスタートします。個々の思考の癖もあると思うので、自分に合ったイメージ方法でいいと思います。だから自分の目標を達成したいと思う人だったら、基本的にはもう現実はそうなっているという状態を意識的にそう思えばいいってことなんです。そこに対して考えてきた記憶のような思考がいろんなことを言ってくるわけです。でもそうなっているって思えばいいだけのことなんです。お金も恋愛も仕事も健康も思考の習慣なんです。そうは言っても現状は全然変わっていないし、思ってできないっていう方もいると思うんです。このやり方だったらやれるかなって思う方法を何度も聞いてやっていくっていうのが一番いいと思います。その時にやっててもわからなかった。もうわからないからやめたら、ふっとある日わかったりすることもあります。地球人はどこまで成長できるのか、どんな壁も乗り越えられるのか、どんな人生にしていきたいのか、はっきりとした人生のゴールを決めると、すっきりと心が感じて一生懸命に生きていけます。普段当たり前に出てくる思考は、人生で考えてきた記憶のようなものです。人間は脳を使うことで現実を作ります。今までの考えてきた思考ではなく、これからは感じる思考、自分の本質で現実を作ることができます。今までの古い概念や思い込みを外して、新しい考え方も取り入れていくことで、今からの地球の波動に合っていきます。自分自身のできることも分かってきます。他者のことは気にせずに、批判もせず、比較もせず、波動の低い感情はどんどん手放していきましょう。心地の悪い感情をすべて手放すことです。あなたは存在しているだけで個性の存在です。地球に生まれてくる前に決めて、選んできたゴールを見つけていけます。地球人の望む未来は今ここにあること、宇宙の中の地球に生きていることを心から喜んで感謝することで、壮大な経験をする時が来ます。アイデアとひらめきは、個性のこれからのスキルで人生を歩いていける道しるべです。個性を生かして、魂に従って独自の生き方になります。
現実なのかと思えるような、見たこともない、体験したこともない状況も想定して、変革期の地球では不便と感じる現実もあるでしょう。寛容な気持ちを何度も何度も味わうことを意識してください。それが潜在意識に刻み込まれて、本当に最良の方法で問題の解決に向かっていきます。今を生きている愛のある素晴らしい地球人は、自信に向き合うことで個性を知ることができます。あなたはたった一人の個性のある存在です。他者と比べる、競う、争うことは必要なく、全く無意味なのです。あなたの代わりは、この物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら、個々のテーマと目的のために生まれて地球で生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけると励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。